まあ、見てもらって分かるんですけど、もうね早速油結構逃げてきてますよね。こうフライパンのこのちゃんと焼き固めますね。このサーロインのねここの方っていうのはちょっと油が多いんですよ。完璧っすね。いただきます。それどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日はですね、やっぱりステーキですよね。ステーキやっていこうと思います。ただ今までもそうなんですけど、ステーキとそれに合うソースっていうのを本当によく紹介してきたと思うんですけど、今回はですね、ソースというよりもバター紹介していこうと思います。バターって思うじゃないですか。フランス料理っていろんな味をしたバターのパターンがあるんですね。それこそただ普通のバターもあれば、エスカルゴとかあるじゃないですか。エスカルゴに合うバターがあるんですね。エスカルゴバターって言うんですけど、パセリとかニンニクとかエシャロット入れて全部混ぜて味付けにして、ちょっと緑っぽいバターとか、ほんとねいろいろあるんですよ。今回はステーキに合う赤ワインのバターっていうのをちょっと紹介していこうと思うんで、ぜひね最後まで見てってください。はい、じゃあ、材料紹介です。まずは、お肉、サーロインですね。スーパーに売ってるやつで大丈夫です。こんな分厚くやんないんで、この後カットしますから。赤ワインと、エシャロット。もしなければ玉ねぎで代用してください。と、バター。無塩です。赤ワインだけで作るのもいいし、少し甘みが欲しいなってなったら、こういったルビーポートですね。このサンデマンとかが結構主流で使いやすいと思うんで、これもこれでおすすめですね。これね結構やっぱあると割といろんなものに使えるぐらいいい甘みっていうのが加わるんで、これもあったらいいと思います。ただ本当にキレだけ欲しい場合は赤ワインだけで、シンプルな赤ワインだけで大丈夫です。でさすがにサンデマンのこのポルトね、使いどころこれ以外のレシピで困っちゃうよっていう方は、例えば黒バルサミコとか使っていただいて大丈夫です。まずはバター作りからやりましょうか。エシャロットカットしていきます。アッシェにできればいいんで、細かくみじん切りに。大きさにもよるんですけど、1個から2個ぐらいあれば十分かなって思ってます。で刻んでいきましょう。これはねなるべく細かい方がいいです。これはバターに混ぜ込むんで、あんまり粗いとなんだろうな、やっぱちょっと目立っちゃうというか、ちゃんとバターに違和感なく溶け込むぐらいの。これはねやってもやらなくてもいいんですけど、ちょっとアクセント程度に焦がしバター気味にして、で、エシャロット。そうするとねやっぱ焦がしバターの独特の香りがここで生まれるんで、それもね美味しいんですよね。これも作っちゃえば冷凍保存できるし、あとはもう好きなタイミングで好きな量使うだけなんで、もう面白いですね。この泡がふわーっと細かくなってきて、鍋底気持ちバターが茶色っぽくなってくるぐらいなんですよね。映像だとちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、結構いいと思います。つぶつぶがもしかしたら見えるかもしれないんですけど、つぶつぶがねだいぶ焦げ気味になってきてるんで、ここでエシャロット加えます。エシャロット加えたら温度落ちるし、エシャロットの水分があるんで、もうバターはこれ以上焦げないんですよ。変な話、よっぽどそこから強火ずっと続けない限り。そしたら赤ワイン加えます。ポルトもね 50cc ぐらい、赤ワイン今200とかなんで、ポルトもちょっと加えるとまた甘みが増して美味しいです。でここからかなりしっかり煮詰めて、エシャロットに赤ワイン吸わせていきます。でこの隙にお肉も準備しておきます。1センチ2.5センチぐらいにしますか。そんなに分厚く肉厚ステーキを今回は主役としてないんで、あくまでねバターですから、こんな感じですね。でこの油も完全に取り除いてもいいですし、やっぱねちょっとあった方が美味しいですよね。筋をね縮まないように切れ込み入れるのも全然いいです。ここにグッと、これぐらいですかね。あんまり切れ込み入れすぎちゃうと、これで焼いていきます。でだいぶ煮詰めるとこんな感じで、赤ワインの水分ほぼなくなった状態ですね。これぐらいまでソースのベースになったりします。煮詰めたもの、レディクションっていうんですけど、レディクションを作って仕込んでおいて、これはこれ単体で持っておくと。あとは、ここからフォンドボを加えたり、
いろんなジュですね、ソースのベース加えたりしてソースを作っていったりします。これをバットに一旦引き上げます。この後バターと合わせていくんですけど、この熱々の状態で合わせちゃうとバターやっぱ溶けちゃうんですよ。これ一旦冷まして温度を落ち着かせる工程が必要になります。落としラップして冷蔵庫とかに入れましょう。はい、少し冷たいぐらいになってるんで、これとバター合わせていきます。これがね美味しいんですよ。これだけでもいいです。ほんと好きな人はこれをお肉にちょっと添えたりとか。このバターはやっぱ常温にしっかりと戻しておく必要があります。こうポマード状、デザートとかでねやっぱこういう状態をよくやりますね。で常温にだいぶ戻しとかないといけないし、寒い時期とかなかなか戻らないんで、電子レンジの150ワットとかがある人はそういうのを駆使してちょっとずつ柔らかくしたりしてもいいと思います。でこれ加えていきます。しっかりと混ざるまで合わせていきましょう。ロボクープとかあるといいんですけどね、ロボクープに全部入れてバーって、もうクープして混ぜちゃうみたいな、エスカルゴバターとかそういう作り方でパセリをちゃんとこうバターとすり混ぜるみたいなブレードを使って、そうするとバター自体がかなり綺麗な緑色になったりするんですけど、これはねもうこうゴムベラで合わせるぐらいで正直そんなに問題ないかなとは思ってます。で意外と混ざったかなと思ってもこうちゃんと見てみるとバターの白い部分がまだ広い面積で残ってたりするんですよ。ゴロッとした感じで。なのでなるべく入念に油断しないでこう混ぜ続けます。でちょっと塩します。全く味がね塩味がないっていうのもちょっと寂しいんで、味見大事ですよね。味見は美味しい。塩味いるかな。これ以上入れるとなんか塩がくどそうな気もするんで、ほんと一塩でいいですね。赤ワインの酸味っていうのがだいぶ加わってるんで、だからこうじゃあどういう時にこのバター合わせたらいいのかっていうと、赤ワインみたいなやっぱこう赤身のお肉に合うこう酸味のアクセントっていうのが欲しいんだけど、いわゆるああいうソースじゃなくてもいい、ほんとこうちょっとディップするような感じでお肉と一緒に楽しみたいっていう方はこういうバターのスタイルっていうのがすごく合うと思うんですよね。でお肉なるべくお肉単体の良さっていうのを楽しみたい。でもそれだけだとちょっと物足りない、食べ飽きるとかっていう時にこういうのあるとまた全然こう表情変わったりします。じゃあもうね赤ワインのバターですからね、お肉に合うのは間違いないですよね。でこういうバターじゃない、こういうラップで巻いていきます。これ全部巻き切るのは大変だから半分とかで、お家だったらね完全な透明の何ですか、ラップでいいと思うんですけど、なんかちょっとお店やってる方でこう取り入れたいなっていう人は、青いラップとかあると何でしょう、間違ってこう混入しづらい。結構目視で入ってるのが分かるんで、間違えて入っちゃってる場合はこんな感じで丸めていくだけですね。この時も空気溜まってる部分があったりするんで、こうやって穴で少し刺しながら空気逃がしていきます。これぐらいの丸み、厚さというか全体的な直径ですかね。これでまた冷やし固めていきます。じゃあバターは今もうじき冷やし固まるんでステーキ焼いていきましょう。今回は、和牛ですね。和牛なんですけど、やっぱ普通にオーストとか US のやつで全然美味しいと思います。赤身しっかり多いやつ。これぐらい厚みあればこの背中の脂身から焼いていきます。そんな強くする必要ないですね。中火でこうじわじわと油出ししていく感じ。油が全くない、取り除いた状態でもいいんですけど、ちょっとね油があった方が風味っていうのも全然変わってくるんで、少し油をつけたいけど油をブニブニ食べるのもちょっとね嫌じゃないですか。なので香ばしくしっかりと焼き上げてあげると、これもこれでねちゃんと美味しくなるんじゃないかと思います。ヒレステーキの部分だったらあんまりこう油を残す必要はないと思うんですよ。しっかりとトリミングしてほんと赤身の部分だけ焼いて、美味しい部分だと思うんですけど、サーロインはどっちかっていうとこのね油っていうのをうまく使っていくことによって
いろんなこう味わいになっていく。見てもらって分かるんですけど、もうね早速油結構逃げてきてますよね。こうフライパンのこの端からこれだけ油が逃げればもう十分ですね。はい。でこれで両面焼きます。ちょっとこの油が多すぎてもあまりよろしくないんで、焼きながらペーパーで拭ってでひっくり返しましょう。もうねいい焼き色になってますよね。でまだ塩してないんで、ここで塩しますね。粒子の粗い塩でいいと思います。でまたこの塩した方は焼き固める。塩をこうしっかりと肉にこすりつける感じで、こっち側も塩はまだしてないんでまんべんなく塩しましょう。で今塩した方は焼き固めてるんで、多分そろそろ焼き固まったと思うんで、こっち側もちゃんと焼き固めますね。そうする頃にはね結構いい色になってきてると思うんですよ。こんな感じで事前に塩をしてちゃんと塩がこう中まで入り込んだ美味しさっていうのもあるし、後からしてあんまり塩が染み込んでない状態っていうのも肉のこう味わいがちゃんと楽しめて、それも美味しいんで、どっちで焼くかは2パターンやってみて自分に合う方でもいいと思います。とかその日の気分。もうだいぶいいですよね。香ばしい感じ。これぐらいはいきたいですね、やっぱり。でこのサーロインのねここの方っていうのはちょっと油が多いんですよ。でどうしてもね焼いてても逃がしきるのは難しいから、ちょっとこうやってプッシュとかして油をなるべく逃がしてあげる。基本カットするときに切り落として食べないっていう選択肢もあるんですけどね。ここはもうこれぐらいにしましょう。じゃあ引き上げます。ミディアムぐらいの焼き加減になってるとは思いますね。はい。で砕いた黒胡椒とか、肉汁が今多分回ってると思うんですよ、中で。だからここのままカットすると結構ドバッと肉汁出てくると思うんで、それを楽しみたい場合はもうそのまま熱い状態で熱々でハフハフいく感じでいいと思うんですけど、肉汁を落ち着かせたいなっていう場合は3分から5分ぐらいここで休ませるとか、アルミホイルでもいいしラップとかでもいいと思います。熱が外に逃げないように。じゃあ焼き上がったんでこのまま盛り付けていきますね。もうほんとカットもしないでこのままいきます。迫力満点のバターもいい感じに固まったんで、これを添えましょう。ちょっとだけ板パセとかでハーブ感プラスするみたいな。これで、赤ワインのバターとステーキですね、完成です。じゃあいただいていきます。いただきます。なかなかいい感じにインパクトのあるバター、完璧ですね。いただきます。うまっ。ソースほどこう主張はしないんですよね。やっぱあくまで肉を本当にやんわり引き立てる赤ワインの風味も感じるし、バターのこうコクですねっていうのもすごく豊かなんで、今回和牛だけど個人的にはより赤身質な肉の方がやっぱ相性はいいんじゃないかなと思います。うまい。誰かの誕生日とかクリスマスとかめちゃくちゃいいんじゃないですか。というわけでここで速報です。このステーキに合う赤ワイン紹介させてください。ウルグアイのタナという赤ワインでブラックベリーやブルーベリーなどの黒い果実の凝縮感、黒胡椒などのスパイシーな感じとローストコーヒーの香ばしい香り、そういったニュアンスが感じられます。赤ワインバターに合わせることで何でしょう、こう旨味がより厚みを増すような感じがします。白金で携わってるレストランのソムリエと一緒に考えたペアリングなんで、興味ある方はぜひ概要欄のリンク覗いてみてください。はい、というわけで今回はフランス料理のバターでした。いろんなね調理法でバターっていうのも引き出しっていうのがいっぱいあるんで、今回は赤ワインっていうのを主に使用したシンプルなバターですね。なので何でしょう、ソースほどの主張はないんだけど、でもしっかりとそこに赤ワインの風味コクっていうのを感じて、どっちかというと肉単体が肉の素材自体がなんかうまくなったような存在感ですね、バターの。で
これいろんなバターのパターンあるんで、もしね他にも今回ので、いろんなパターン見たいっていうのがあったら、今後もね紹介していけたらと思うんで、是非ね参考にしていただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。